なんとかかんとか横髪と前髪が塗り終わってないですね。瞑想してます。皆様、こんばんは。乾物干物です。今日はですね、復帰後にね、一曲歌を歌いたいと思ってるんですけれども、そちらのね、動画に使うイラストをね、描いていきたいなと思っております。なので、今は休止中の干物でございます。で、見てわかる通り、途中まで描いてしまいました。もともとね、録画する予定がなかったので、ラフと一部の線画まで描いてしまったんですけれども、ラフはこんな感じで、ちょっとね、全身使えるように全身描いたんですけど、ポイントとしては、ちょっとね、儚げな曲なので、儚いイメージを出せるように、ちょっとね、目を細めて、髪の毛とか服とかふわーっとさせて、で普段のね、干物、これ、もぬけ面の干物よりも、ちょっとね、儚い大人っぽいイメージになるように描きました。で、このね、後ろのこれはフリー素材なんですけど、リコリスっていう、彼岸花のことですね、をちょっと備えました。なんか死んだ人みたいになってますけど、これはなんでかっていうと、このリコリスの花が、花言葉がね、再生っていう言葉だったので、これは復帰するときにぴったりじゃないかということで、ちょっと選ばせていただきました。ということで、こちらを一旦リコリス消して、透明度を 10% にして、今ね、途中まで線を描いたんですけども、このね、続きを描いていきたいなと思っております。でね、ラフはすっごい適当なので、今回はだいぶアドリブで描かなくちゃいけないと思うんですけど、今回ですね、じゃあライブ 2D でちょっとだけ髪の毛とか揺らそうかなと考えているので、そのためにこういうアホ毛的なね、離れてる房は別のレイヤーで描こうかなと思ってます。そういえば、ライブ 2D 用のイラストをメイキングするの初めてだと思うんですけど、ポイントはですね、見えない部分もしっかり描くということです。で、先にね、普通にイラスト描いてから、ライブ 2D 用にね、分割していく人と、最初からね、見えない部分も線画とかも全部描いてやる人と2種類いるんですけど、私は最初から描いてしまうタイプです。そうじゃないと、なんか落ち着かないので。よし。こんな感じで、後ろ髪は見えないところも描いておいた方がいいですよ。ライブ 2D で動かすときは、普通にもうお化けみたいなことになってますけど。よいしょ。顔もちょっといじろうか。ね。はい。ということで、当初はね、顔を一つのレイヤーにまとめてしまおうかなと思ってたんですけれども、ちょっとね、表情をね、つけたいなと思ったので、目をね、別々のレイヤーに分けました。これね、開くともっと細かく分けてあるんですけど、ライブ 2D で動かすときは最低でもまず、二重の線、そして次、まつげ。で、まつげも、この上の部分と横の部分でまず分ける。あと下まつげ、それから瞳。このね、5個には絶対に分けた方がいいです。絵柄によってはもっとパーツが増えます。で、今ね、一目普通にこんぐらいになってるけど、これね、マスクを消すと、ちょっとね、はみ出してるんですよね。本当はこれ、丸く全部描いた方がいいんですけど、今回はね、一目動かさないので、それでもね、結構こんだけはみ出して描いております。右もね、同じように描けました。んで、後の頬とかお鼻とか口とか動かさないので、こんな感じでそのままにしてあります。はい、ということで、髪の毛の線が描き終わりました。この時ね、注意するのが、前後関係をちゃんとはっきりさせることです。例えば前髪は横髪よりも下に来ますよね。これ、マスク外すとこんな感じなんですけど、これの上にね、横髪が来るので、線は消えます。そして、今回ね、ちょっと特殊なのが、後ろの髪がね、こんな感じでちょっと手前に来てるんですよ。ここね。だから、この後ろ髪の跳ねてる部分だけ手前にね、別のレイヤーで持ってきて、これをね、色を塗って動かそうかなと思っております。はい。ということで、イヤリングとチョーカーを書き足しました。イヤリングなんですけど、横髪を消すと、こんな感じで、左側はね、見えないけど、ちゃんと書いておく。そうじゃないと、この横髪がね、ふわふわって揺れた時に見えちゃうので、ちゃんとね、左側、見えない部分も書いておくっていうことをポイントにして書きました。はい、上半身が書き終わりました。上半身のポイントはですね、まず分けたのは襟、上半身、腕、紐なんですけど、まずね、紐はまあ分けるのはわかるじゃないですか、揺れるから。このね、服を揺らすときに上半身とこの上半身の裏、この裏地、手もね、ここの裏地をしっかりね、別レイヤーで描いてあげないと、ちょっとね、動かした時に隙間ができてしまうので、ここはしっかり描いてください。上半身はこれ消すと、嫌な予感がする。すいません。マスクで消すつもりが消しゴムで消しちゃったんですけど、ちゃんとね、ここをもうこうやってちゃんと書き足してあげてくださいね。ここもちゃんとこうやってちゃんと書き足してあげてくださいね。私みたいに
たまに消しゴムで間違って消しちゃうことのないように気をつけてください。よいしょ。はい、そしたら次、下半身を描きます。はい、下半身も描き終わりました。下半身はですね、動かないので、一つのレイヤーで OK です。ただし、ここのね、服がガーって動くので、こんな感じでね、見えるところをね、かなり大きめに取って描き足してほしいなと思います。さて、線画が描き終わったので、ちゃちゃちゃーっと下塗りをして、色を塗っていきましょうか。はい、ということで、下塗りがようやく終わりました。いやー、めちゃくちゃ大変でした。意外とね、パーツ少なめに見えて、結構ね、隠れたところも塗らなくちゃいけないので、普通のイラストよりも大変でした。これね、下塗りの段階で、線画のマスクはすべて外しております。パチパチっとね、外して、で、こんな感じでね、隠れてたところも綺麗にね、塗ってあります。ちょっとこれ、剥げてるけど、こんな感じで、下の部分も隠れてるところもね、すべて綺麗に塗りました。ちなみにね、これは何度も言ってるんですけれども、私はこの下塗りの段階のイラストがめちゃくちゃ嫌いです。目とかもね、全部死んじゃってるので、イラストの良さが損なわれちゃうので、めちゃくちゃ嫌いです。ということで、さっさとね、塗っていきたいなと思っております。ではでは行きましょう。まずはね、この自分のお顔を見ながら塗っていきたいと思います。ちゃちゃちゃーっと塗りましょうね。はい、編集中の干物です。無言で塗ってしまったので、ちょっとね、補足をしたいなと思っております。目のね、動画はすでに上げているんですけれども、今回もね、それと同じように塗っていきます。まずはね、キャンバスから色を取って、グラデーションでね、暗い色を重ねていきます。それでね、縁にもね、暗い色を入れております。で、瞳孔のね、黒い色を入れて、その中にね、さらにピンク色で明るい色を重ねて、さらにね、この下にね、ハイライトの筋を書き込みます。そして、オーバーレイで下の色味を変えていきます。そして、薄い青で反射光を入れます。で、ここでハイライトを入れてしまいます。ハイライトはね、線画の上から白い色を重ねて、でね、その下にさらに水色を入れて、ちょっとね、浮き出てるようなうるうるした感じにしています。今ここにさらに別のハイライトをたくさん足していますね。最後にカラコンのようにね、線画のベタ塗りの下に縁を入れて完成です。よし、瞳が塗り終わりました。そしたらどうしようかな。まあこのね、工程は人によっては後から塗り直したいってなる場合もね、あると思うので、その場に応じてやっていただきたいんですけれども、私はね、もうこの段階で今塗った瞳のレイヤーを全て結合してしまいます。こんな感じでね、瞳、こちらも。この時にハイライトはね、別のレイヤーにしといてください。瞳。そしたらこのハイライトと瞳のレイヤーを下のレイヤーにクリッピングマスクします。すると、こんな感じで綺麗にね、瞳がマスクされます。で、この下のレイヤーは何かっていうと白目のレイヤーですね。ちょっとこれクリッピングマスクするともうちょっとこのね、ピンク色が見えた方がいいかな。ちょっと瞳にオーバーレイであれを足しましょうね。こんなもんですね。ただ次、瞳に影を塗りましょう。瞳で隠れるところも塗ってください。ただ一旦横髪を取ってまつげを塗ります。で、ちょっとね、この下まつげと瞳のね、境目が分かりづらいので、ちょっとうるうるさせるために白でグラデーションを入れてみました。これも多分上下に分けた方がいいですね。いいですね。だいぶ瞳がキラキラしました。で、まつげがこのままだと透けちゃってるので、濃いめのピンクというか薄めの茶色でまず下塗りをします。これをしないと目を閉じた時に目が透けちゃうので、なるべくね、まつげは不透明の方がいいです。このね、まつげの先っちょの部分に色をつけていきます。で、私の瞳は紫で、上の方がね、ちょっと青っぽいので、こんな感じで青いグラデーションを足します。まず最初にこんな感じで大きく塗ってから削る。で、さらにピンクで、ちょっとね、まつげにもハイライトを入れるつもりで色を置きます。他にもピンクとかね、いろんな色で、ちょっとピンクいらないな。あえて黒でちょっとメリハリつけた方がいいかもね。
こんなもんかな。まつげができたので結合します。なんか横のまつげはあえて黒いままでちょっとピンクを入れるぐらいの方がいいかも。こっちの方がいいな。で二重にもねちょっと影をのせます。普通はね二重の影って肌にそのまま直接塗ると思うんですけど、それをやっちゃうとね瞬きする時に影がついてこなくなるので、ライブ 2D の時は色はこの段階で塗ってしまいます。で二重も結合しちゃいます。これで瞳が塗り終わりました。メガネかけてみよう。いいね。なんか目だけめっちゃうるうるしてるけどじゃあ次肌塗りましょうか。はい、再び編集中の干物です。今度は肌の補足をします。まず輪郭を縁取るように位置影を塗って、首の下や鎖骨の影を塗っていきます。基本はね、まず大まかにブラシで塗ってぼかして消しゴムで削るの繰り返しです。1影を塗り終わったらね、2影とか反射光とかもね簡単に入れてしまいます。これで完成です。OK、肌塗り終わりました。今ね前髪の影がなくて気持ち悪いんですけれども、前髪の影は別のレイヤーに描きますのでちょっと今は無視します。でチョーカーはもう直接下塗りレイヤーに書き込んでしまいましょう。よく考えたらねチョーカーの金具を書き忘れてたんですけど、これはちょっと時間のね短縮のためにここから取っていきたいと思います。たまにはねこういうズルもします。このままじゃね画質が悪いのでフィルターのシャープをかけましょう。 OK、 肌ができたので線画の色を変えて結合します。できたー。そしたらこれにクリッピングする形で前髪の影を描いていきます。はい、前髪の影の補足なんですけれども、ぶっちゃけあんまり説明することがないです。髪の形に合わせてね丁寧に描き込んでいきたいなと思っております。で塗り終わったらね上の方をグラデーションで暗くします。これで完成です。こんなもんですかね。で前髪がね2つのレイヤー、この普通の髪とこのね跳ねた部分のところで分かれているので影も別々にレイヤーを作ります。前髪の影ができました。そしたら次頬を塗ります。今回はねこのちょっとはにかんでるような表情なので頬は多めにつけておきます。こんなもんかな。ちょっと目がね上すぎですね。下に下げましょう。こんなもんかな。穴も塗ってしまいます。口も塗りましょうね。こんなもんかな。よーし、だいぶ顔が出来上がってきました。顔が塗り終わったのでメガネの影つけましょうか。OK、できたー。さあ前髪塗っていきましょう。はい、ここから髪の毛を塗っていくんですけれども、髪の毛をねいつものりで塗っているので説明がめちゃくちゃ難しいです。とりあえずグラデーションでね色をつけてから、まずはねちょっと黒い色で仮置きで影をどんどんつけていっております。周りだけじゃなくてね真ん中にもね少しずつ色を入れて、基本はねさっきと一緒です。肌とかと一緒でブラシで塗ってぼかして消しゴムで削っての繰り返しです。前髪側はね少し明るい色で影をつけていきます。全然ね今色が合ってないので後でめちゃめちゃ修正時刻が待っております。はい、影を塗り終わったら肌のね影の色をスポイトで取って反射光のようにね少しずつ色を重ねていきます。そしたら次ハイライトを入れます。ハイライトはね適当に固めのブラシでチャチャチャっと入れております。はい、さらにスクリーンとかオーバーレイとかで色をどんどん足しています。この辺かなり迷走したので全然説明がうまくできないんですけど、この辺ね色が明るすぎて白髪みたいになっちゃってますね。もう定山で重ねたりスクリーンで重ねたりオーバーレイで重ねたり試行錯誤の繰り返しです。
影がね少し足らない気がしたので足しています。このね跳ねた部分にもねちゃんと影を足しております。さあ次横髪を塗っていきます。横髪もね前髪と基本は一緒なので、ただね横髪とか長い部分ってストロークが大変なので、少しずつこう削って塗って削って塗っての繰り返しでねこう筋をうまく入れていきます。前髪の瞑想が始まりましたね。またはい、横髪にねオーバーレイで色味を足しております。今回はねパーツが別々なので色味を統一するのが結構難しいんですよね。それが嫌で後から分割するっていう方もいらっしゃるんですけど、私はね最初から分割して描いています。で今ね反射光とかハイライトとかを入れましたね。最初にね一色で塗ってから、特にね光が当たってる部分を黄色でロックをかけて、透明度ロックをかけて黄色で塗っています。さあ反対側の横髪も塗っていきましょう。でね、ハイライトのね色を少し薄くしています。光がね当たっていないので、この反対側は。でオーバーレイのね紫を少し重ねていますね、毛先に。で青みがかった灰色で反射光を多めに入れております。さあなんとかかんとか横髪と前髪が塗り終わってないですね。瞑想してます。しばらく瞑想にお付き合いください。もうこの辺カットしないんで瞑想にお付き合いください。実はですね、前髪に最初にグラデーションを入れてしまったのが失敗で、グラデーションはね後からオーバーレイとかで入れた方が色味がね分かりやすかったんですよね。これが私の失敗でした。ということで今ねグラデーションを後入れで色を塗り直しているところです。だいぶさっきよりね印象が柔らかくなったんじゃないかなと思います。さあ後ろ髪を塗っていきます。後ろ髪はねだいぶ影が当たってるので、最初に暗い色で全て塗りつぶしてしまってから消しゴムで削っています。こんな感じでね、後からこの側面をね消しゴムで削って元の色が出るようにしています。で反射光をね一気に入れております。こんな感じでね重ねた時にあんまり不自然にならないように、かつ前髪のねレイヤーとかを外した時にも不自然にならないようにうまく描き込んでいきます。で今インナーカラーを入れてますね。水色とかで塗ってからまた消しゴムで削っています。でねちょっと物足りなかったので、さらにねこの髪の毛の奥の部分に紫色でオーバーレイで色を足しております。これでだいぶ柔らかい印象になったかなと思います。よーし、なんとか髪の毛が塗り終わりました。ここの色がなんか変わっちゃってる。オッケー、めっちゃ疲れました。超無言になっちゃいました。集中しすぎて。ということで髪の毛の塗りが終わったので進めたいなと思います。はい、いきなり編集中の干物です。今回もね早送りから始まりますので補足をしたいと思います。まずねイヤリングを塗っていきます。まずね暗い色で真ん中を塗ってから大焼きでね周りを白くしていきます。これはねこの灰色の金属の部分も青い宝石の部分も変わりません。基本は暗い色で影をつけて、明るい色白でいいですね。白で大焼きで色を入れていきます。今ちょっとレイヤーの整理をしておりますね。はい、
宝石の方も色をつけていきます。イヤリングとチョーカーを塗りました。これあれだな。影があった方がいいな。イヤリングとチョーカーはですね、最初にこっちを塗ってから、こっち側をね、そのままコピーして、で、魚のチョーカーの部分もこちらをコピーしてきました。時短は大切です。OK。影を足して、イヤリングとチョーカーが完成しました。そしたら次、服を塗っていきましょう。よし、まずはこうやって薄いピンクで下塗りをして、次に紫で2影を塗っていきます。OK したら今度は今塗ったところの境目に濃いピンクを足します。よし、これでベースの色塗りが終わりました。そしたらこのね、肉球マークの模様をつけます。ではこういうね、テクスチャ系のブラシでまず周りをこんな感じで囲って中をこんな感じでグワーって塗るだけです。簡単です。OK。これで上半身塗り終わりましたので、線画の色を変えて完成です。そしたら次紐塗りましょうか。紐自体はですね、周りをぐるーっと塗ればいいので簡単です。はい、ただこれだとね、物足りないと思うんですけど、何が足らないかっていうと、影が足らないんですね。ということで影を描いていきます。よし。で、影を定山にして、上半身にクリッピングしてしまいます。次、襟塗りましょう。仕影を塗ったら、この影をさらに濃いところに塗っていきます。そしたら、ちゃちゃーっと反射光を入れてしまいます。OK。襟も塗り終わりました。腕もね、もう基本は上半身と一緒なんで、どんどん塗り進めていきます。でね、このね、隠れてるところを塗るのも忘れないようにしてください。塗り終わりました。そしたら今度は上半身の裏と下半身じゃないや、腕の裏の部分も塗っていきましょう。で、ここはシンプルにね、最初に塗りつぶしてからピンクで縁取りをするっていうんで、これでいいと思います。ちょっと腕の部分がしつこいので、オーバーレイで印象を弱めましょう。よし、そしたら次、手を塗りましょう。こんなもんかな。ちゃんとこのね、隠れてるところも塗りましょうね。
よーし、手も塗れました。上半身できましたね。最初はどうなることかと思いましたが、いい感じにできてる気がします。後ろ髪のここがなんか微妙だから、ここに羽をもう一個追加しよう。よいしょ。さあ、あとは下半身を残すのみとなりました。ちゃっと塗っていきましょうね。よいしょ。楽しい太もも塗りの時間がやってきました。はい、太ももなんですけど、基本はね、他の肌と一緒なんですけど、膝の塗り方のね、裏技をツイッターで言ってらっしゃる方がいて、ちょっとそれを試してみたんですよ。このね、膝構造の部分を、鳥のくちばしみたいにね、まずこうやって、ブラシで、色を入れてからこのくちばしみたいにねぼかすとリアルな膝になるよってやってみたら本当にリアルな膝になりまして、これはちょっとこれから使っていきたいなと思っております。あとはね他は他の肌と一緒なので影塗りのね参考になれば幸いです。よし、足も塗れました。あとは靴だけだ。もうね、多分足らへんはそんな映さないと思うので、シンプルにいきましょう、シンプルに。靴の塗りはね、単純な割にこの影をね、塗るところが細かくて多いので、結構時間がかかってしまいました。もう基本はね、落ちてる影と、この光源のね、裏側に簡単に灰色で色を塗っていくだけです。とね、この縁とかに線を足したり、反射光を入れたり、ハイライト入れたり、もう他と一緒です。あとはね、早送りで流しますのでね、影塗りの参考になれば幸いです。できたー！できましたー！ようやくイラストが完成しましたー。もうライブツーリーで動かすのめんどくさいな。まあせっかくなんで動かしましょうね。